皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と、中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。今回は、最上流ダムで動きがあったことと、長江水利委員会から非常に重要な数字が出てきたので、じっくりネチネチお話ししたいと思います。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。6月6日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は149メートル34でした。おとといと比べると1メートル84センチの下げ。ようやく150メートルを切ったものの、前回に比べてそのペースは鈍化しています。締め切りまで残り4日ですから、1日につき1メートルずつ下げていけば目標はクリアできそう。ただ、いろいろ調べてみるとどうやらそうもいかないようです。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万500立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒1万4800立方メートル。差分については毎秒4300立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの1660、三峡ダムもプラス800。重慶の周辺でまとまった雨が降ったことから上流では増水となっています。最上流の金沙港にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量は昨日の朝8時の時点で毎秒5300立方メートル。前回と比べて大幅に増やしているようです。下流で流量が減っているので、今のうちにこっそり流しておけということなのか。一方、深夜0時の三峡ダムの放流量は毎秒2万400立方メートル。単純に割り算をすると、66% の発電状況で、21基前後の発電用タービンが稼働しているものと推測されます。おとといと比べると少し放流量を減らしているようです。三峡ダムと上流のダムの流量について現状を確認してみます。こちらは2月からおとといまでの流量になり、交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムです。最初に上流にある高架波ダムについて。濃い青のラインの放流量は前回、少しだけ増えているとお伝えしたところですが、さらにその量を増やしているようです。ここのところ、水色のラインの流入量が上回っていたことから、じわじわと水位は上がっていたでしょうから、やっとダムから出す量を増やしたといったところか。今のところ、三峡ダムに影響を与えるほどの流量ではないのですが、過去のデータによると、最上流で大洪水が発生した時には、毎秒1万7000立方メートルあたりの放流という記録が残っています。このレベルまで来ると、さすがに三峡ダムへの流入量に大きく影響を与えることになるので、今年から当チャンネルではこのダムを定期的にウォッチしている次第です。続いて三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は減少傾向にあり、そろそろ下げ止まりかと前回触れましたが、先ほどお伝えした通り、直近で流入量は増加に転じています。一方でグレーのラインの放流量はほぼ一定のレベルを維持し、ギャップは毎秒1万立方メートル程度。これだけの差があると、ダムの水位はハイペースで下がることになるわけです。長江水利委員会の予想では流入量が毎秒2万立方メートル近くまで増えると見ているようで、そうなった場合、ちょっと前のように、フルに近い放流量まで上げることができるのかどうかが注目です。Nishi Yang Channel。さて、6月10日前後になると、中国ではこのような感じの記事が毎年決まって出てきます。これ自体は全くの架空の記事なのですが、まずは読み上げてみます。三峡ダム、出水期を控えて貯水量を調節、民民日報日本語版が伝えています。三峡ダムの水量リアルタイムモニタリングによると、9日午前9時の時点で、ダムの水位は 146.05 メートルまで低下し、145メートルの洪水期制限水位に近づいている。2025年11月中旬から始められている、今回の三峡ダム水位引き下げは、出水期に入り、
長江流域で発生する恐れがある洪水に備え、長江の中下流エリアの治水安全を確保するために、貯水量を調整している。といった感じです。毎年同じようなテンプレ記事だ、というのは何度も取り上げているので、ご存知の方も多いはず。このチャンネルはしつこいので、過去10年にわたり、どんな記事が官製メディアから発信されたのかを調べて一覧にしてみました。こんなことをしているのは、世界中でもうちのチャンネルだけでしょう。まずは2015年から2022年までを見てみましょう。こちらは、記事に書かれている到達時間、平年との違い、そして突起事項を一覧にしたもの。2015年は平年に比べて10日以上遅くなっており、これは直前に旅客船事故が発生し、その救助のためにダムの水位低下に影響したとされています。本当かどうかは別にして、とりあえずそれなりの理由が書かれているので、例外と言えるでしょう。ご覧の通り、2016年から2022年はハンデをしたように、同じような文言が書かれています。145メートル付近に到達した時間、平年よりどれだけ前倒しできたのかといった感じで、ほとんど文言は変わりません。ここから言えることは、6月10日という明確な締め切り日に対して、必ず目標をクリアしていたという事実。予定通り、あるいは前倒しで洪水に備える準備ができましたよと、広く宣伝するのが記事の目的なのです。ところが、ここ数年は様子が違ってきます。2023年と去年は目標を達成することは叶わず、その理由として、夏以降の干ばつが予想されるために、水位を目いっぱい下げるのをやめましただとか、去年に至っては、洪水調節容量の8割を確保しましたと、かなり苦しい文章になっています。残りの2割はどうなったのでしょうか。こういった内容は、このチャンネルで示してきたグラフの内容と一致します。となると、今年どうなってしまうのか気になりますよね。これについては次のチャプターで、じっくりネチネチと解説していきます。冒頭お伝えした通り、ダムの水位は今朝の時点で149メートル台に入っています。グラフを見ると順調に下がっているようにも見えますが、今後はどうなるのでしょうか。6月10日まで残り4日ですから、均等割りすると1日につき1メートルというペース。このまま行くとすると、10日には145メートル近くとなり、ほぼ目標達成を迎えることになるでしょう。今年も予定通りに水位を下げ、洪水調節容量を確保しました。安心してくださいという記事が、官製メディアから出されること間違いなし。ここまでのグラフを見返してみると、5月の終盤あたりから怒涛の水位低下となっています。やればできること言いたいところですが、これはかなり危険な運用ということにお気づきでしょうか。考えられる問題は大きく2つあり、まずは下流側の話。こちらは4月の末から今朝までの三峡ダムの放流量を示しています。5月に入り、継続的に放流する量を増やし続け、現在も高い水準のまま。本格的な洪水シーズンなら通常の量ですが、まだ始まってもいない段階でこれだけの量というのは異例のこと。特にひどかったのは5月の26日から30日にかけて、ほとんどフル発電に近い量を放水していました。ダムの水位はどんどん下がるのですが、下流は溜まったものではありません。場所によっては平年よりも高い水位が続いているところが多く、本来バッファであるはずの東堤湖は、平年よりも3メートル以上高い状況にあることが分かっています。本格的な洪水シーズン前から、あまり余裕がない状態になっているわけですから、今は大丈夫であっても後々ボディーブローのように効いてきます。きっと後悔することになるでしょう。そして問題のもう一つは上流側にあります。琵琶湖の 1.4 倍ほどもある流域面積の水が、数日で10メートル近く下がるというんですから、ダム湖の両岸へのテンションは一気に解放されることとなります。そうなれば、地滑りや土砂崩れ、場合によっては両岸の住宅にひびが入ったりすることもあるでしょう。インフラ周りに急発進、急ブレーキはご法度のはず。過去の実績を見ていただければわかる通り、1月から6月の長い時間をかけて徐々に水位を下げていくのが、これまでのルーティーンでした。しかし今年は全然違います。今回のやり方に何の問題もないのなら、これまでだってそうしていたはず。いかに今の状態が危険であるということが、これでお分かりいただけたのではないかと。動画を制作している中で、新たな流量情報が出てきたので、アップデートしておきたいと思います。先ほどは4日、つまりおとといのデータを元にお話ししましたが、昨日の最新データを載せたグラフがこちらになります。
最上流の高架波ダムに気になる動きがありました。濃い青のラインは、毎秒5300立方メートルと大きく伸ばしています。これは水色のラインの流入量も同じ。上流4つのダムはカスケードを組んで連動しているので、ついに動き出したということでしょうか。2月から振り返ってみても、5000の大台に乗るのは今年初めて。さすがに過去最大級まで増えるとは思いませんが、グラフの傾きを見る限り、今後さらに増える可能性はあります。そして、三峡ダムへの流入が上昇に転じていること。前から予想されていたことなので、特に驚きはありませんが、グレーのラインの放流量を少し絞っているのが気になります。放流量と流入量のギャップが今後縮まることも推測されます。そうなると、最終目標に向けた水位低下のペースが減速することになるかもしれません。そろそろお腹いっぱいになってきたかと思いますので、最後のオチに移りましょう。長江水利委員会が昨日の朝8時に臨時報告書の第6報を公開。その中には三峡ダムに関する実績と未来予想を掲載しており、その内容がこちらです。水色のラインは流入量を示し、これは今後増えるだろうと当チャンネルが予想する根拠にしているデータ。注目は赤い点線でダムの水位が書かれていること。ご覧の通り、148メートルあたりで打ち止めにすると明示しています。グラフには明日あたりで水位の低下は止まり、6月10日を迎えるとあるのです。これは当チャンネルが勝手に予想したというレベルのものではなく、公式な機関が出している数値。ということで長々とここまでお話ししてきましたが、どうやら今年は148メートルで折り返しということになるようです。過去の事例を参考にするなら、2023年の干ばつ見通しのため水位の低下を止めたがその理由となりそうです。あるいは去年の言い訳である洪水調節容量の9割を確保したというフレーズで何事もなかったかのようにお茶を濁すかもしれません。まだ締め切りまで4日もあるのでどう転ぶかはわかりませんが、もう楽しみで朝もぐっすり眠れません。皆さんはこの件どうなると予想されますか？昨日145メートルに到達するかどうかアンケートさせてもらったところ、今朝の時点でこのような感じ。たくさんの方にご協力いただきありがとうございます。無理じゃないかという方が多い一方、目標はクリアできるだろうという回答の方も結構いらっしゃいました。時期が来たらまた答え合わせをしたいと思います。天気予報サービスのウィンディで24時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後1時までの様子。長江の上流あたりで少し雨雲が見られるものの、それほど影響はなさそうです。このチャンネルでは、主に長江のある中部を中心に見ているのですが、南部の沿岸部では結構荒れた天気になっているようですね。次に、今後の予想を見てみます。今晩から明日にかけて、長江の上流と南側を中心に強い雨が降りそうなので、まとまった降水量になるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が36度、最低気温が20度で曇りの予報。すでに平年よりも水位が高めになっているところが多いため、これから降る雨は各地にかなりの影響を及ぼすことになりそうです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、天安門事件37年を報じた NHK 海外放送社団、情報統制で多くの若者は事件を知らず、産経新聞が伝えています。記事によると、天安門事件から37年となった4日、中国では事件について伝えた NHK 海外放送のニュース番組が遮断されるなど、当局が情報統制に躍起となった。現在、中国の若者の多くは、事件について知らない状況になっている。中国では4日、NHK 海外放送の天安門事件37年のニュースの際、1分超にわたり放送が遮断され、画面上にカラーバーと信号異常との中国語が表示された。中国当局が不都合な内容だと判断し、放送に制限を加えたとみられる。以上、中国、天安門事件37年を報じた NHK 海外放送社団、情報統制で多くの若者は事件を知らず、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。あの悲惨な事件から37年となる日に NHK 海外放送が遮断されたという報道を見ると、中国の情報統制は相変わらずだと感じました。不都合な情報は見せない、語らせない、記憶させないという姿勢は、まさに隠蔽体質そのもの。
若い世代の多くが事件を知らないという状況も長年の統制の結果なんでしょう。ズタボロ経済や社会不満への強い警戒感が見え隠れ。不動産不況、若者の雇用不安、エネルギー問題などがいくつも重なる中で、当局はデモや抗議の目を極端に恐れているようにも見えます。だからこそ、天安門事件のような記憶は徹底して封じ込めたいと考えるのでしょう。しかしどれだけ検閲しても、歴史そのものを消し去ることはできません。香港でも自由が失われ、同じような空気が広がっているように見えますが、隠せば隠すほどその事実の重さはむしろ際立ちます。反省できない体制に明るい未来はありません。世界中の人が記憶している限り、天安門事件は絶対に消えないでしょう。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。南西諸島に雨雲ががっつりかかっています。おととい、九州北部と中国、近畿地方で梅雨入りしたとみられると発表されました。台風の爪痕が残る中、台湾付近にある熱帯低気圧が、台風6号と同じようなルートを通るのではないかと報道されているので、今後の情報にご注意ください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。